前回のあらすじ。第43回衆議院議員総選挙で民主党による政権交代が実現した日本は、時の民主党代表菅直人が首相に就任する。しかし就任直後の2004年5月には政治家の年金未納問題が浮上。首相就任から6ヶ月で菅直人は首相を辞任し、後任には小沢一郎が就任。しかしその小沢も辺野古基地の県外移設交渉に失敗し、さらに同時期にはアメリカの大手投資銀行リーマンブラザーズの倒産によるリーマンショックが日本にも到来。全国で製品の売り上げが鈍化する中、大企業から中小企業まで多くの企業や工場が迫り来る不況とそれに連なる連鎖倒産から自社を守るため、膨大な数の非正規労働者を解雇しようとしている。そしてこのリーマンショックにおける不安、絶望、怒りは民主党に対する人々の抑えきれない不信へとつながり、時の首相小沢一郎は内閣の総辞職を発表。二大政党制の確立を期待する国民、あるいは民主党の長期支配の継続を望む国民の期待の中、衆議院は解散された。負けたのだ。知ってた。というわけで政権は自民党に移ることとなり、民主党は再び野党に転落するのだ。次の首相は皆さんご存知安倍晋三。この世界の増税メガネこと加藤浩一以来の自民党からの首相なのだ。もはや安心感すら感じるかを、支持率は 62.1% からスタートなのだ。なかなかに高支持率。というわけで感情的で狂信者で頑固で背後からの一つ議論信奉者で転換主義者でネトウヨ支持者の安倍晋三よろしくなのだ。これはあくまでもゲームです。実際の人物とは関係ありませんから。と冗談はこのくらいにして自民党の統治を開始するのだ。日本を取り戻す。で、なんか中華人民共和国がモンゴルに侵攻し始めましたよ。確か前々回くらいの動画内で外モンゴルを革新的利益として確保するってニュースになってたような。さらに同時期にはウクライナがロシア領内に対して攻撃を行ったとのこと。ちょっと待つのだ。急に世界が思い出したぞ。すでにロシアはウクライナに対しての進軍計画を発表し、両国の戦争は不可避かと。そしてその後の2009年10月30日にはロシアが正式にウクライナに対して宣戦を布告。2009年の10月は中国がモンゴルに、ロシアがウクライナに対して侵攻した月になったのだ。世界は確実に混沌に向かっています。日本も決して対岸の火事とはいかないでしょう。そうなる前に憲法9条の改正、もしくはそれ以上を何としてでも成し遂げなければなりませんな。とは言いつつもいきなり9条は改正できないので、まずは防衛庁を防衛省に格上げするところから。期日よりも早い民主党への政権交代による影響で防衛省立ち上げが遅れた分、これからは思う存分に予算を増やしやすくなります。ゲゲ、ついに日本と中国が衝突したのだ。海上保安庁によりますと、尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域内において、巡視船みずくと与那国が中国籍の漁船と衝突したようです。我が国の経済水域内での衝突ですので、船長と乗組員は逮捕されましたが、中国政府は漁船は中国の経済水域内にいたとして船長と乗組員の即時釈放を要求しています。この要求どうしますか？民主党なら釈放していたかもしれないのだ。でも現在の政権は自民党だから交流を続けるのだ。強気に出ましたね。中国政府はこれにどう反応するのか。報復制裁してきたのだ。安定度が若干下がりつつも戦争協力度は上昇。また国内の改憲派が増えますね。ちなみにここでいう改憲派についてはディシジョン画面の憲法改正の国民意識の項目に関係してきます。これは何なのだ。改憲すべきと考える国民が過半数を超えると憲法改正の国民投票ができるようになるディシジョンです。現在は護憲派が 52%、改憲派が 48% となっております。もう少しで改憲できそうじゃん。そうですね。ところで護憲派と改憲派の数値の下にある赤文字の数値は何なのだ。これは急進主義がどれほどいるのかを表した数値です。増えすぎると安定度が下がりますから注意が必要です。なるほどなのだ。一方の中国漁船衝突事件についてですが、今度は衝突映像をどのように公開するのかを決めるそうです。選択肢は国会議員だけに限定して公開するか編集した上で一般公開か完全版を一般公開か。ちょっと無修正版を公開するのは刺激的すぎるから刑法175条にのっとってここは編集したのを一般公開。何と勘違いしているんですかね。しかし今回の映像の一般公開に反発して、さらに中国政府は制裁を発動。まあ改憲派が増えるからむしろ嬉しいまであるのだ。ずんだもん先輩、YouTube 上に尖閣衝突映像の完全版の映像が流出しています。誰が勝手にアップロードしたのだ。戦国38というアカウントが完全版の動画を4分割してアップロードしています。損でもって完全版を公開せずに編集したものを公開した政府に批判が詰まっているようです。それは厄介なことになった。ずんだもん先輩、今回の一点、
政府が完全版を一般公開しなかったのも問題ですが、政府の機密情報が外部に漏れたことも非常重大な問題です。確かに。なのでここはぜひとも特定秘密保護法を制定すべきです。たとえ国民の知る権利が侵害されようとも、国家機密情報を保護するために厳格な罰則付きの法律を日本政府は必要としているのです。分かったのだ。ここはぜひとも制定に向けて動くよ。さあさあ、国会で今採決が行われようとしています。多くの法学者や弁護士、左派からリベラル右派に至るまでこの法案に激しく反発し、警察と衝突しているのだ。その一方で法案賛成派の右派はどこにも集まらず、院内でこの法案の可決を待っています。採決の結果はどうなりましたか？特定秘密保護法は無事に可決されたのだ。時に2011年2月14日、これで日本はさらに強く豊かになるでしょう。特定秘密保護法の成立により、安倍政権の支持率は過去最高の 66.7% を記録。ちょうどリーマンショックの余波からも抜け出したところです。あとは政治力440兆円をぶち込んで経済循環を好景気まで上げれば完全復活です。ここまで大増税祭りに政権交代、リーマンショックと大変だったけど、これでようやくゆったり政権運営ができるのだ。ははは、確かにそうですね。ちょっと特定秘密保護法に対して反対でもする奴らもいるけども、まあどうでもいいことだね。全くどうでもいい話題なのだ。反原発活動家が反保護法団体に編出しようともね。70年代に原発建設計画が全国で進み、建設予定地の住民運動が盛り上がった際に、市民団体や学生運動崩れが反原発活動家になりました。それが今度は反保護法団体になったと。反保護法団体は政府が本来国民に公開されるべき情報、とりわけ原子力災害後の対応に関する情報を政府が隠蔽するのではと考えているのだ。なんでこんな雑炊ばかりするのだろう。 5G やりすぎたんじゃないかな。ずんだもん先輩、この時代はまだ 3G です。そういえばそうだったか。で、背景のイベントでは急進右派がインターネット上で活動を開始し始めた模様。日本国旗を持った猫のキャラクターとともに新政府的な姿勢を示しているようです。日本国旗を持った猫のキャラクター。今度は東北地方の三陸沖でやや大きめの地震が起こりましたね。震度5弱か。まあ何も起こらないといいが。巨大地震と津波が東日本を襲う。2011年3月11日午後2時46分、平日の午後、三陸沖を震源とする観測史上最大級の巨大地震が発生した。マグニチュード 9.0 を記録し、最大震度7の激しい揺れは3分以上にわたり東日本地域を襲い、その影響は名古屋や大阪にも及び、東京では高層ビルが長時間にわたり大きく揺れ続けた。さらにその数分後、津波が東日本の太平洋沿岸を襲来。とりわけ東北地方は壊滅的な被害を受けた。政治の場では与野党間の対立や論争が一時中断され、各政党は被災者救助と状況把握のための対応を急いでいる。ずんだもん先輩、なんかとんでもない大地震が起こりましたよ。これは本当に現実か？現実な上に福島第一原発で水素爆発が起こり、爆発の影響で放射性物質が大気中へ放出されています。研究者は旧ソ連のチェルノブイリ原発事故よりも深刻だと述べていますよ。すぐに自衛隊を送るのだ。ただし自衛隊の展開計画と原子力施設の脆弱性情報は特定秘密保護法によって日の目を見ることはいいんですか？それで今は一刻も早く復旧作業を進めるところからなのだ。経済循環は一気に強行まで落ち込み、東北と北海道、関東一帯の工場に被害が出ました。国家方針は1000年に一度の危機から始まる震災復興ツリーが解禁されたよ。まずは東北のインフラ復旧から進めましょう。そうしたら今度は北関東のインフラも。災害廃棄物も撤去しつつ復興庁も設立するよ。その裏では東京電力に対して抗議デモが巻き起こっています。今や左翼だけでなく右翼も日本を核汚染したとしてデモに混ざってますね。さらにその裏でも余震が続いており、複数の建物に被害が及んでいます。まだまだ長引きそうなのだ。さらに自民党と民主党の大連立構想失敗を受けて安倍晋三が内閣を辞任。大連立構想？震災、津波、原発事故の同時発生という未曾有の事態以降、与野党間で挙国一致に近い協力体制を作ろうとする動きがあったんです。まあ失敗しましたけど。なるほどなのだ。それで次の首相は誰にしますか？候補は谷垣禎一、石破茂、岸田文雄、福田康夫がいます。ここは実務派の谷垣禎一にするのだ。果たして支持率 33.5% まで下がっている自民党を立て直せるのでしょうか？まずは原子力発電所再稼働から始めるのだ。結局原子力ですか？質学的に安全と認定された複数の原発に限っての再稼働なのだ。とここで自民党が新たな憲法改正草案を公表しました。何これ？
2012年に自民党が出した日本国憲法の大規模な見直し案です。現行憲法との主な違いは、天皇を元首と明記したり、緊急事態条項の新設だったり、人権条文の表現が変わっています。緊急事態条項ね。なんか面白そうだな。9条を守るか9条を変えるか、もしくは9条以外も変えるのか、もし緊急事態条項を追加したいならば、憲法9条以外も変えることになりますよ。とここで谷垣首相、近いうちに国民の信を問うとして衆議院を解散。いきなり？選挙結果は自民党の新勝。しかし自民党の支持率はたったの 39%、野党第一党の民主党とは 1.5% しか変わりません。その上2012年の大晦日には安倍晋三が自民党を離党。なんか歴史が変わってないか？その影響でさらに自民党の支持率は 10% 下がって民主党に支持率が逆転されました。ニアなんとか白なのだ。政治欲がたまり次第、自民党に支持が集まるようにしておきますね。経済の方は2013年の6月にようやく好景気水準まで復帰。リーマンショック以降ずっと低迷してましたからね。ようやくですよほんと。一方世界では中国の反腐敗運動のニュースが流れてきたのだ。腐敗を根絶するのもそうですが、習近平による権力集中の手段なのではと噂されています。また香港においても大規模デモが発生している模様。何があったし。中国は香港において自由選挙を許可するものの、政府から許可をもらわないと候補者として立候補できないことから、大規模な抗議デモにつながったようです。なるほど。また選挙か。今度は継続中の経済政策を問う解散ですか。アベノミクスかな。でも安倍首相は2012年に自民党を辞めていますし、この世界だとカニの蜜かもしれませんね。それで選挙の結果は？はい、今回も自民党が勝利しました。自民党は支持率 47.3% で、野党第一党の在特会の 17.9% を大きく離す大勝利です。在特会って政党じゃなくて市民団体だろ。まあ何にせよ、そろそろ次に進むか。次って何ですか？次っていうのはな、今後の日本の安全保障についてなのだ。ほう、積極的平和主義ですか。戦後日本が基本路線としてきた専守防衛を一部改め、これからは日本の安全保障のためにより能動的に動くのだ。積極的平和主義の国家方針が完了しました。よしよし、それじゃあ引き続き共謀罪法案に進むよ。テロ等準備罪ですね。一部人々はこれが監視国家につながりかねないと反発してますが、まあいいでしょう。またサーが反発したか。奴らは積極的平和主義が戦争に巻き込まれる道につながりうると批判しています。日本が積極的平和主義を提唱。日本の首相谷垣禎一は積極的平和主義を正式に発表した。この構想は日本が現代の大国として国際社会に対する自らの責務を果たすべきであり、対テロ戦争のように世界経済と政治の安定化のため戦争を行ういくつかの国を支援すると宣言している。さらに首相は近い将来、日本は憲法とりわけ第9条を改正し自衛隊として明記すると述べた。多くのアジア諸国はこれが日本の再軍備の予告に過ぎず、かつての大日本帝国による侵略戦争を想起させるとして恐れている。一方、日本国内では多くの左派集団が集会を開き、この宣言と政府を批判している。この積極的平和主義が今後どのような影響を及ぼすのか楽しみなのだ。それに右派が今回の宣言に賛同してくれたようで自民党の支持率も 10% アップ。さらに支持率が上がってホクホク。今度はアメリカからなんか来たのだ。これはアメリカが日本に対して NATO のような軍事同盟の設立を提案してきています。いきなり？っていうか日本以外に誰が来るのだ？アメリカか？いえ、最初の加盟国は台湾と韓国になりそうです。本当に来てくれるのか？まあそれはやってみないとわからないですよ。そっか、じゃあこの提案乗ってみるのだ。そしてこの東アジア安全保障条約、通称イーストの結成で中国との戦争は避けられなくなるが、果たしてどうなるのか。台湾と韓国から陣営加盟の返答が来たのだ。韓国と台湾ともに同盟に加盟してくれましたね。イーストの陸上戦力は一気に200師団まで上昇したのだ。てっきり韓国は加盟を断ると思ってたんですけど、意外にも加盟してくれるもんですね。なんか北朝鮮が韓国に宣戦布告してる。なるほど。北朝鮮に宣戦布告される可能性があったから加盟したんですかね。そんな冷静に分析してる場合じゃないのだ。そうでした。ずんだもん先輩、ここは戦争に介入しましょう。いきなり？日本と緊密な関係にある国が攻撃され、それによって日本の存立が脅かされ、介入以外に適切な手段がありません。よしもここは介入するのだ。いや、いいのか。山本にでも誰なのだ。首相官邸で行われた緊急国家安全保障会議の末、
日本政府は大韓民国支援のため自衛隊を派遣し、第二次朝鮮戦争への介入を正式決定した。戦後長きにわたり専守防衛を国是としてきた日本にとって、この決定は歴史的転換点となる。政府は声明の中で、朝鮮半島の安全保障は日本の存立に直結する問題であり、東アジア地域の平和と安定を守る責務があると強調した。また、同盟国友好国との連携のもと、人道支援及び地域防衛のため必要な措置を取るとしている。一方で国内では国会前に賛成派反対派双方の市民が集まり、大規模な集会が行われている。海外でも反応は分かれている。東アジアの安全保障体制が新たな時代へ入ったと見る国がある一方、日本の軍事的役割の拡大に警戒感を示す声も少なくない。しかし議論の時間は終わった。すでに輸送機は飛び立ち、護衛艦隊は海へ向かっている。歴史は今新たな転換点を迎えたのである。次回、朝鮮有事、お楽しみに。